こんな感じで、鍋の隙間をペーパーで詰めてから鮎に照りを出すと。鮎の甘露煮ということで、秋口ね、これ鮎なんですけれど、子持ち鮎がね出回りますので、今日は子持ち鮎の甘露煮の作り方を紹介しようかと思います。でこれね、最初に鮎を掃除していくんですが、鮎はねこの表面のぬめりを取るだけで、あと内臓ごと食べてしまうので、こんな感じでね、手に一つまみ塩を持って軽く表面をこすって、この表面のぬめりを落としていきますと。でね、鮎に限らず魚はみんなそうなんですが、このねヒレの際なんかはぬめりが残りやすいので、ちょっとねこんな感じでヒレを立てて塩で揉むことで、しっかりと全体のぬめりを掃除するようにしてくださいと。鮎を氷水に通して、塩ごとね、塩と一緒にぬめりを落とすと。それとね、鮎なんかは内臓ごと食べますんで、こんな感じでね、軽くお腹を押して肛門から汚れを押し出しておいてくださいと。包丁でぬめりを取っても良いんですが、鮎はね結構鱗付きのまま焼いて食べる方が香ばしくて美味しかったりするんで、この辺はね好みで、鱗をね残したい場合はこんな感じで塩で揉んで洗えばいいですし、鱗ごとねぬめりもしっかり落としたいって場合は包丁でこそげるようにして表面を撫でればいいですしと。注意点としてはね、子持ち鮎っていうのはこのねお腹にパンパンに卵が入っているので、あまり強く作業をしすぎると腹が破れますんで、そのね加減だけしっかりするようにしてくださいと。ぬめりを掃除しましたら、ここから鮎を素焼きにしていくんですが、素焼きにする際はねこんな感じで串を打って鮎をねたゆませてから焼くと仕上がりに動きが出ますので、こういった形で串を打って鮎を焼いていきますと。それとね、もう一つね、この鮎は子持ち鮎なんですよね。で、子持ち鮎っていうのはね、お腹にパンパンに卵が詰まっていまして、そのまま焼くと卵が膨張して腹が裂けるので、卵の逃げ道を作っておくと。その時にね、この表になる面に包丁を入れておくと、膨張した卵が包丁の目からね顔を出すので、そうすることでね見栄えも良くなりますので、こんな感じで、腹に包丁を入れておくことで仕上がりの見た目が良くなりますよと。そうだからここに包丁を入れてから鮎に串を打つと。だからこんな感じでね串を打つと仕上がりがねこの卵が見える仕上がりになりますんで、そうするとね料理の見た目が良いのかなと思いますんで、僕の場合はこうやって串を打っておりますと。串を打ちましたら鮎を焼いていきますと。焼く際は強火でさっと焼くというよりも、じっくりね鮎の身全体を乾かしながら焼いていくイメージですんで、オーブンなんかがね温度管理はしやすいと思うんですけれど、160度から170度ぐらいでじっくり時間をかけて焼いていくと。では素焼きなので塩は振らずにこのまま焼いてしまいますと。焼く際にヒレがどうしても焦げやすいんですけれど、ヒレを焦がすと甘露煮にした際にねその焦げた部分はねボロボロ崩れていきますんで、焦がさないようにじっくりじっくり焼いてください。鮎が焼けましたらざるか何かにね取り置いて鮎を常温まで冷まします。鮎が常温に冷めましたらここから炊いていくんですが、鍋にねちょっとだけ多めに水を張りまして、そこに酒を加えます。お後でみりん、こちらは三温糖ですね。で三温糖はちょっとだけ多めに加えまして、最後そこにねお酢を一回し程度、こちらの煮汁に先ほど焼いて冷ました鮎を
浸して炊いていきますと。この時のポイントは鮎がしっかりと煮汁に浸かっていることと、あとね、あまり隙間がありすぎると煮てる際に鮎が動いて煮崩れしてしまいますんで、なるべくね、ちょうどいい大きさの鍋を見つけて、そこに鮎を落とすようにしてくださいと。鮎に串を打たなければこの尻尾が浮くことはないんですが、串を打った場合はね、こういった形で鍋に鮎を並べると尻尾が浮いてしまうので、なので串を打った場合はこんな感じで鮎を縦に入れて、それから火にかけてくださいと。鮎にね、串を打つとどうしてもね、こういったブカブカの部分ができてしまいますんで、そういった時はね、こんな感じで鍋の中にペーパーをね丸めて沈めておくと鮎が踊りませんので、鍋の隙間をペーパーで詰めてから火にかけてくださいと。そう、これね、鮎に串を打たなければペタペタっと並べて結構簡単に煮れるんですけれど、串を打った場合なんかは隙間をなくしてから火にかけると。これ当然ながらね、鮎が浮いてきますので、上から紙蓋をしてしっかりと全体に煮汁が回るようにして、この状態で沸騰するかしないかね、ギリギリのラインで1時間ほど火を入れていきます。周りからふつふつ沸いてきましたら、火をごくごく弱火にしてこのまま1時間程度煮込んでいきます。お酢を入れている理由としては、お酢っていうのはね、骨を柔らかくする効果がありますんで、お酢を入れてじっくり炊くことで骨まで食べられる鮎の甘露煮になりますんで、お酢を入れると仕上がりが酸っぱくなるんではないかと心配になるんですが、お酢はね、これ熱とともに酸味がどんどん飛んでいくので、気にせずね、一回し入れて、それから火にかけてくださいと。火にかけている際は必ずね、この水と酒を割ったもの、これを加えて煮汁の高さが鮎よりも低くならないよう、必ずね、鮎は煮汁に浸かった状態になるように水の量をキープしてくださいと。これ加える際はね、一気に加えると温度が下がりますので、ちょっとずつ加えてね、で沸いたらまた加えると。1時間経ちましたら火を止めて、このままね、半日程度鍋ごと鮎を休ませます。こうすることでしっかりと甘みが鮎全体に回りますので、時間はかかりますがしっかり休ませるようにしてください。鮎を休ませましたら、ここで再び火にかけます。みりん少々と同量程度の醤油を加えます。このまままた1時間程度ゆっくり火を入れていくと。ペーパーの上から醤油をかけるとこういった感じでムラになってはしまうんですが、ゆっくり時間をかけて煮詰めていくと、そのうちね、この醤油が均等に馴染んでいきますので、このね、ペーパーについた醤油のムラはさほど気にせずに作業をしてくださいと。で、この時もね、煮汁が減らないように酒と水を割ったものをこまめに足しながら火を入れてくださいと。この時はまだ味を決める必要はなくてですね、煮物の基本といいますか、ゆっくりね、少しずつ味を濃くしていくことで中まで味が入りやすくなりますので、この時点では薄味で構いませんよ。これね、煮物全般そうなんですけれど、魚の鮮度がいい場合はこの煮物をする時にね、生姜だとかを入れる必要はなくて、魚の鮮度がちょっと悪くて匂いが出てしまうような場合は生姜をこの時にね、一片加えておいてもいいと思いますので、魚の状態を見て生姜を加えるかどうかを判断してくださいと。1時間ほど経ちまして、前日に1時間、当日に1時間、都合で2時間ほど火を入れましたら、ここから煮汁を詰めて甘露煮を作っていきます。この段階でね、一度このペーパーは外しまして、徐々に煮汁を煮詰めて甘露煮を仕上げていくと。ここからさらにみりんと醤油を加えて、
鮎が鍋底につくギリギリまで煮汁を煮詰めていくと。紙蓋をしないと当然ながらね、鮎は浮いてきてしまうので、この背中にね味が入っているかどうか心配になるとは思うんですが、2時間紙蓋をした状態で煮ているので、背中にもある程度味は入っているのと、紙蓋をしたままだとこの蒸気がなかなか飛ばないのと、煮汁がどれぐらい煮詰まったかが分かりづらいんですよね。僕の場合は紙蓋を外してこのまま煮詰めていって、で10分に1回程度ね、こんな感じで全体に煮汁を回して味を入れております。もしね、この背中が浮いてるのが気になるなんて場合は紙蓋をしたまま煮詰めてもいいとは思うんですが、そうするとね、今度煮汁がどれぐらい煮詰まったかがわからなくて、そのね、煮詰まりすぎて鮎のお腹がね、鍋底についてしまうと意外と焦げたりするので、その辺の加減をね、うまくしながら煮詰めてくださいと。鮎の背中が半分ほど浮いてくるぐらいまで煮汁を詰めましたら、このまま再び鮎を冷まします。これね、温かいうちに触ると結構ね、鮎が崩れるので、作業は鮎を冷ましてから行うと。鮎が冷めましたら、ここで一度鮎をざるに取り置きますと。そうでね、この時にできるだけね、鮎の形を崩さないように優しく優しく取り扱うようにしてくださいと。続いてこの残った煮汁をざるにペーパーをかませてこしますと。こんな感じでね、ちょっとこぼれ落ちてしまった卵がこせると思うんですが、そうしましたら最後にこちらの煮汁を煮詰めて、煮詰めた煮汁を鮎に絡めるといった形ですね。でこの時にね、煮汁に多少とろみを持たせたいので砂糖を少し多めに加えまして、あとはこれ好みで醤油を加えまして、ここからこの煮汁が半分ぐらいになるまで煮詰めると、こういった形でとろみがつく程度に煮汁を煮詰めましたら、先ほどの鮎に煮汁を絡ませて鮎の甘露煮の完成です。そう、この濃いめの煮汁をかけることで最後に鮎に照りを出すといった形ですね。あとは器に盛り付けるだけと。この煮汁はもう一度ね、こっちに戻しまして、またね、他の鮎を煮汁に絡ませると。でもしね、煮汁が少ない場合はここで一度鮎を返して裏面にもしっかりね、煮汁が回るように煮汁をかけると。はい、ということで以上、鮎の甘露煮の作り方でございました。ポイントとしては、お酢で煮て骨を柔らかくする点と、あとゆっくり2回3回と分けて火を入れることでゆっくりと鮎に味を入れていくと、この2点ですかね。で試しにね、これ箸で鮎を切ってみますと、こういった形で簡単に骨も切れますんで、頭の方なんかもね、こんな感じでしっかりと柔らかくなっておりますので、骨ごとお召し上がりくださいと。